こんにちは、青ひげバイクチャンネルです。いやー、霧ですね。今日はですね、最強防寒術ということで、これ撮影してるの10月下旬なんですけど、もう山形は朝晩1桁台に気温が下がってきて、非常に寒くなってきてるんですね。バイク乗りにとってちょうどいい季節っていうのはもうあっという間に過ぎてしまって厳しい季節に入っていくんですけど、去年1年実践してみて、これ良かったなっていう組み合わせをね、防寒術としてお話ししていこうかなと思います。で当然私が知ってる以外にも他にもいいアイテムだったりね、防寒の方法あるとは思うんですけど、参考の一つとして、捉えていただければいいかなと思います。今年バイク乗り始めてこれから冬を迎える方だったり、毎年寒い思いをしながらねバイク乗ってる方の参考になればいいかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。前半では、防寒に対する私の考え方を、ちょっと理屈っぽくお伝えして、後半では実際に使ってるアイテムをご紹介する形にしたいと思います。で今日紹介するアイテムは基本的には、Amazon で購入できるものになっていますので、Amazon のリンク先を概要欄に貼っておきますので、よろしければぜひご覧になってください。あと Amazon のストアフロントもね、解説しているので、そちらから今日紹介する防寒グッズ以外にも私が愛用しているアイテムをまとめてあるので、気になる方いればそちらもご覧になってみてください。では行ってみましょう。防寒の方法なんですけど、大きく分けて要素が3つあるかなと思っていて、1つは保温、2つ目が防風、3つ目が発熱ですね。1つ目の保温は、基本的なところですよね。体温を外に逃がさないと。なんで冬寒く感じるかっていうと、体温よりね外気温が下がってる、体の表面温度よりも外気温が低いので、寒く感じる、簡単に説明するとそんな感じなんですけど、なので体の表面にねこう熱の層を、保温層を作ってあげて、熱が外に逃げにくいようにすると。特にねその温めると保温効果が高いと言われているのが首がつくところですね。まさに頭の下の首だったり手首足首なんかを温めてあげると寒く感じにくいというのがあります。ライダーの場合は特に首ですかね。風が結構当たるんでね、基本的に熱源は体温になってくるので、それをいかに下げないかっていうのが重要になってきます。で優先すべきは、首のつくところ、あとは冷えを感じやすい手先だったり足先ですかね。で続いて2つ目は保温に関係するところではあるんですけど、防風ですね。冬なんかはねじっとしてても寒いんですけど、保温をしっかりしてあげてれば寒くはないんですよ。ただバイクがねその通常生活と大きく違うのは、もろに風受けるんですよね。なので、風を受けて熱がどんどん奪われていくと。でそれを防いであげないと、いくら保温してあげたところでね、風の当たりが強ければどんどんそこから熱が逃げていっちゃうんですよね。なので、実はバイクの場合は保温性能よりも防風性能を重視してあげた方が防寒っていう意味ではねいいと思うんですよね。なので、さっき保温が大事だっていう話をしましたけど、いわゆるその、綿をね体の周りにつけて熱を逃げないようにするっていうよりも、風を受けて逃げる熱を極力減らしてあげるっていう方がバイク乗りにとっては重要な要素だと思いますね。なのでレザージャケットとかね、もう完全に風を通さない素材が非常に有効になってくるというわけですね。暴風に、捨て全振り直振りしてあげていいんじゃないかというぐらい重要ですね。特にジャケットなんかはね、そのファスナーの間から風入ってきたりするとね、冬は結構寒いんですよね。なので、極力風に当たらないようにしてあげるっていうことが重要ですね。最後3つ目なんですけど、これはねちょっとオプション扱いにはなるんですけど、発熱ですね。で先ほどの2つ、いくら体温めてあげても外気温が低ければ、どんどん熱は奪われていくんですよね。なので、熱源が必要になるというので、代表的なもんでいくともう電熱装備ですよね。そういうもので熱を外部からもらっていくと。電熱装備に関しては前のその2つがね
あることが前提になってると思うんですよ。いくら温めてあげても風バンバン当たってたりね、全然保温されないと、発熱してる表面はねすごいあったかいんだけど、温まったそばからどんどん熱が逃げていくっていうことになるので、だから電熱装備単体じゃなくてね、それをうまく有効活用するのがいいかなと思います。でその暴風の効果ってね、思ってる以上に高くて、私がハーレーのヘリテージクラシックを、レンタルで乗ったことがあるんですけど、あれでっかいねウィンドシールドがフロントについていて、風をね全く受けないんですよ。気温1桁台のところを、高速でね走っていきましたけど、全然寒くないんですよ。それぐらい暴風って大事なんですよね。それと同じで、ハンドル周りに暴風対策としてナックルガードとか、外付けのやつとかもね売ってますけど、ああいうのをつけてあげると防寒対策としては有効になるかなと。ではね、実際私使ってよかったなっていうアイテムをお話ししていこうかなと思うんですけど、まずトップスに関しては基本的には3枚かな、着てるのは。まずインナーは機能性インナーみたいのを着てた方が暖かくはありますよね。オンベルのスーパーメリノウールのインナーを使っていて、これの、極地対応エクスペディションモデルですね。ちょっと高いんですけど、バイク以外にも使えるので、防寒はもちろんですけど、防菌というか、防臭も兼ねてる素材なので、長く使えるものになってるかなと思います。で、インナーの上に、一応 T シャツみたいなの1枚ペロンと着て、で、その上に、これ RS タイチの E ヒートインナージャケットですね。フリース素材になっていて、単体で着てもちろんあったかいんですけど、背中と肩にヒートパネルが入っていて、そのさっき話した首周りの保温、肩周りを温めてあげると、首も一緒にあったかくなるんですよね。なので、これねかなり重宝してます。この上にジャケットを羽織る形にしてますね。でジャケットはこれも RS タイチのオールシーズンモンスターパーカージャケットですね。これ以前別の動画でも紹介してるんですけど、でこれ防寒に対して特にすごいなって思う点は2つあって、1つはその首周りのね保温がしっかりできるんですよ。これフリースのモコモコ素材が首の周りを覆って、でさらにそのジャケットの素材で外を覆われるので、しっかりとその防風もされると。だからね、ジャケットの中の熱が外に出ていかなくて、でかつ首も保温できるということで非常にあったかいんですよね。であとはね、その前のファスナーが二重ファスナーになってるんですけど、左右で若干オフセットしてあるので、そのファスナーの間から風がすり抜けてくるっていうことがねほぼない。だから、上半身はねこれ着てるだけでねかなりあったかいんですよ。でこのモンスターバカジャケットは一応インナーとしてね中綿の入ったインナーもあるんですけど、すごい寒い時は電熱を着ていって、今みたいにね日が当たってあったかい時とか電熱いらないなって時はその中綿のインナーを着ていくとかね、その気温に応じて、組み合わせ変えられるので、そこで非常に重宝してますね。続いてボトムスなんですけど、ズボンですね。これ1枚でもう最強防寒っていうのがあって、それがねワークマンのイージスシリーズ。これ実はね教習所時代からずっと使ってるんですけど、未だこれに代わる最強防寒ズボンをね見たことがないですね。それぐらい気に入ってる。で値段がね非常に安いので、コスパは最強だと思いますよこれ。で何がすごいかっていうと、その防風と保温がねしっかりされてるんですよね。通常のズボンと違って中綿の層があるので、それで保温されるっていうのと、あとはねこれ一応防水になってるので風通しがね全然ないっていうと悪く聞こえるけど、だから防風性能がね非常に高いんですよ。で最悪雨降ってもカッパ代わりになるっていうので、冬限定でしか履けないんですけど、非常に重宝してますねこれは。で一応バイカー向けに作られてると思うので、膝のところにねプロテクター入れる袋があったりとかして、でズボンの腰回りもね結構おへそぐらいまで丈が上がってるのでね、お腹冷えなくていいなというので、至れり尽くせりで本当に寒い時はねずーっとこれ履いてますね。ただね1個難点はこれあったかすぎるので、お店入るとね逆に暑いんですよ。綿が入ってるのでね今日モコモコになるかと思ったけど、履いてみると意外とそんなに
ダボついてないというか、思った以上にスリムに見えるので、まあ見た目も気に入っていて、とりあえずあったかいズボン欲しいっていう人は、このワークマンの1シリーズ非常におすすめですね。であとはグローブ関係は、まあ、これも以前動画出してますけど、電熱グローブ一択ですね。で私使ってるのは、まあ、ジャケットのね、電熱と揃えてになるんですけど、RS タイチのイーヒートグローブですね。これ多分一番安いタイプのモデルですね。まあ、ナックルガードとかもね、1000円、2000円ぐらいで確かつけられるんですけど、まあ、レンタルバイクでね、他のバイク乗ったりもするので、まあ、だったらね、電熱グローブ買っちゃった方が、まあ、めんどくさくないよなと思ってね。で、まあ、今のこういう装備に至るわけですね。はい、というわけで、最強防寒術ということで、まあ、防寒に対する考え方と私使用しているアイテムをご紹介しました。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後もこういったグッズの紹介だったり、あとは、まあ、試乗動画なんかもね、出していこうかなと思っているので、よろしければチャンネル登録をお願いします。なんで渋滞してんだ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。